今回ダイソーでちょっと変わった水槽を発見しましたので、それを紹介したいと思います。というか透明度が高いんですよね。すごい綺麗ですね。このケースは10本並べることができます。種類たくさん管理する人は縦向きにしてずらーっと並べる。はい、どうもピパです。皆さん100円ショップで水槽を買ったことありますか？100均で水槽って何だと言われるかもしれないんですが、正確には100均で水槽に使えそうなもの、パッと思い浮かぶのはやっぱり昆虫ケースですね。こちらはダイソーで買った小さな昆虫ケース。今ミクロソリウムが入っています。こちらもダイソーで購入した蓋がスライド式で開く昆虫ケース。こっちは一時期めっちゃ話題になっていうか今年も話題だとは思うんですけど、以前当チャンネルでも動画にして紹介をしました。こちらは今アヌビアス7が入っています。こんな感じで100均で使える水槽、いろんなサイズいろんな種類あるんですけど、今回ダイソーでちょっと変わった水槽を発見しましたので、それを紹介したいと思います。今回紹介する水槽はかなりユニークなので、使い方もめちゃめちゃ癖がある。もし面白い使い方、こんな使い方あるよっていう方は下のコメント欄までご意見お寄せください。多分この動画見てその水槽気になって使い方どうしようっていう方の参考になると思うので、ぜひ皆さんからのいろんな使い方のアイデアお待ちしております。じゃあ今回発見したダイソーの変な水槽をご紹介します。今回紹介するのはこちら、昆虫観察ケース。一見サイズも大きくて水槽としていいんじゃないかと思っちゃうんですが、この昆虫ケースの変なところはこの薄さです。何なんだこれはって思われるかもしれないんですが、パッケージにもある通り昆虫の観察がしやすくなるケースです。っていうのも、奥行きのあるケースだとケースのど真ん中とかでさなぎとかになるとどうしても観察ができないんですよね。できればこの幼虫とかは観察のしやすい側面に近い位置でさなぎになってほしい。そんな時どうするかというと、かなり強引なんですが、奥行きをなくして薄っぺらくすることで幼虫がさなぎになるエリアを狭める。さすがにこれだけ薄ければケースのこちら側よりでも反対側よりでも壁面に接する確率が大幅に上がるので観察がしやすくなる。ダイソーさんはスライド式の昆虫ケースとか、こんな変態スリムケースとかいろいろ攻めたアイテムを出してくれるので、昆虫好きさんはもちろんアクアリストも要注目の100円ショップです。今回はこの昆虫飼育ケース、水槽として使うので今後は水槽と呼ばせてもらうんですけど、この水槽付属品が蓋、上部には2箇所スリットがついています。天面はちょっとカーブしているので、例えばこの水槽を何個か買って上に重ねていくっていうのはやめた方がいいと思います。そしてこの蓋はもともと昆虫用なので生き物が逃げ出さないようにロックがついています。一応パッキンが入りそうな溝もあるんですけど、商品にはパッキンはついていません。そしてスリムタイプの水槽はさすがに倒れやすいので足が2つ付属しています。ケースの底面には一応出っ張りがついていて、このままでも自立はするんですけど、この足をつけた方が倒れる心配が大幅に減るので、商品の使用時には足をつけた方が良さそうですね。言ってグラグラするんですけど、これが完成形ですね。ちなみにサイズはちょうど書いているのでこれをそのまま紹介します。幅が 31.5、 高さ21、奥行き 4.5 センチ。注意書きには水を入れるなとは書いてません。ただ昆虫飼育ケースなので水をギリギリまで入れるとかそういう使い方は想定されてなさそうです。今回は水入れるんですけど、このケースを水槽として使う場合は自己責任でお願いします。では皆さん気になるであろう水が何リットル入るのか、実際に水を入れてみたいと思います。いい加減このパッケージ剥がしますか。綺麗に剥がれるといいんですけどね。一応商品買ってきた時は容器に傷がないものを選んだんですけど、シール剥がす時糊が残ったら最悪ですからね。でもめっちゃ綺麗に剥がれるタイプ。ダイソーさんはさすがですね。では実際に水を入れていきましょう。ここに計量カップ1リットルのものを2つ用意しました。実際に水を入れていきます。言うて幅30センチ以上あるから結構入ると思うんですよね。いやそんな入んないか。今1リットル入りました。続いて2カップ目。そんなに入んないか。はい、今2リットル入りました。水位としては縁から3センチですね。実際に生き物を飼育するとなると水位はこのぐらいでいいと思うので、水容量は2リットルです。蓋をするとこんな感じです。すごい見栄え良くないですか。
スリムタイプだからか透明度が半端ない。どうでしょうか、このスリムタイプ水槽、なかなかユニークですね。ただ今1点蓋をする時に気づいたんですけど、水を入れると水圧で真ん中がちょっと膨らみますね。これはやっぱり水を満水にして使うっていうのは想定してないと思うので、やっぱり自己責任ですね。常時蓋をして膨らみを抑え込むことは可能です。あと皆さんスリットがあるとこんな感じでカップ焼きそばみたく水替えできるんじゃないかと思われるかもしれないんですが、これは一応できるんですけど結構水がこぼれます。やっぱりこの蓋内側にパッキンがないのでどうしても水は漏れちゃいます。水替えの際は蓋を外して水替えをするようにしましょう。さあ皆さんはこの超スリム水槽で何を飼育したいでしょうか。正直言って水量2リットル、水量的にはこのジェックスさんのグラステリアフィット200ローと同じです。いやこれは満水にした時2リットルなのでこっちの方が少ないとは思うんですけど、この水槽で魚を飼育するっていうのはあんまり考えられないので、同じ水量のこちらの超スリム水槽で魚を飼育するのはちょっと難しいと思います。ただ例外的に魚の撮影に使う撮影用ケースとしてはかなり使えるんじゃないかなと思います。というのも奥行きが 3.5 センチしかないのでピントが合わせやすいんですよね。実際にこの中に我が家のベタのレコちゃんを入れてみたいと思います。飛び出さないように、はいよ。普通の水槽だったらベタちゃんが水槽の奥の方へ行っちゃうとピントが合わなくなったりするんですけど、奥行き 3.5 センチのこのスリムな水槽だとベタとカメラの距離がほぼ一定に保たれるのでとてもピントが合わせやすくなります。一応我が家のベタのレコちゃんはサイズは頭から尾びれの先まで入れると5センチぐらいでも問題なくターンはできているので泳ぎにくさはなさそうですね。今鏡を見せてます。フレアリングしてるか、あ、しっかりとヒレを開いている。レコちゃん最近真っ黒なので白いバックスクリーン用意したんですけど、黒にすると反射しまくっててレコちゃんが見づらいですね。まあこんな感じでカメラが古くてあんまりピント合わせの性能良くないとかいう人も魚とかの撮影がしやすくなるスリム水槽はこんな活用方法があります。まあ iPhone とか新しいスマホだったらピント合わせは楽々です。他にこの水槽の活用方法はあるかな。っていうか透明度が高いんですよね。すごい綺麗ですね。もちろん今日初めて水を入れたっていうのもあるんですけど、すごい綺麗ですね。さあこの水槽なんですが、見ての通りスリムな水槽です。もしかしたらこの水槽を並べて使いたいっていう人もいるかもしれません。幅が 4.5 センチで奥行きが 31.5 センチ、例えば60センチ水槽台にこの水槽何本並べられるのか。今回これ1つしか購入してないので写真を合成して並べてみたいと思います。一応パッケージには幅が 4.5 センチと書いていたんですが、 4.5 センチなのはこの水槽の最下部ですね。水槽の上部はというと 5.5 センチ、そして土台、これの最大幅は約 8.3 センチ。この蓋を取り付けた場合だと約6センチとなります。じゃあこの蓋をした状態でこの水槽が何本横に並べられるか、60センチ水槽台に並べる場合で計算したいと思います。ではまず土台がついた状態だと 83mm なので600割る83、約 7.2 なので7本並べることができます。土台をなくした場合は蓋が最大幅になってこちらは幅6センチなのでこのケースは10本並べることができます。この蓋を取った場合は55センチの幅になるんですけど、こちらも10本ですね。なので木製のラックとかメタルラックとかにベタのコレクションケースとか並べてる人、こちらのケースにするとかなりの量を並べることができそうです。ただ干渉面で言うとこのスマホの画面よりも細長いこの面でしか干渉できないので、鑑賞目的の人は並べるのはあんまり使えないかもしれません。やっぱり綺麗なベタを鑑賞するならこっち向きですね。じゃあこのスリム水槽の活用方法何個か紹介したいと思います。まず個人的に良さそうだなと思ったのがこの蓋、スリットついてて通気性もちょっとありそうなのでブセファランドラの水上管理、この戻した水苔をこの水槽に敷き詰めてこの中に溶岩石に活着させたブセを並べていくだけ。どうでしょうか。見た目の可愛さもあるんですけど、ブセファランドラ1種類ごとケースを分けることでこのブセなんだっけなっていうトラブルを避けることもできます。このケースをすることで通気性を確保したまま湿度も保てそう。しかも
種類たくさん管理する人は縦向きにしてずらーっと並べる、こんな使い方も面白いかもしれません。生体飼育で使う場合は南沼エビの飼育とかにちょうど良さそうです。実際に2リットルぐらいの水量で南沼エビ数匹は管理できるので、この中に砂利とかソイルを入れて、植えたい人は水草とか入れて、あとはエアレーションとかをすれば十分にエビの飼育はできると思います。ちなみになんですが、これを水槽として使う場合、ピコロカは底面ベースを外せばすっぽり入ります。そして JPD さんの小型のフィルター、名前忘れました何でしたっけ、側面に貼り付けて使用することができます。ただこれは注意点として、底面には届かないです。どうしても下の方がすぼんでるケースなので、底面から3センチぐらいのところで引っかかっちゃいます。もちろん向きを変えればすっぽりと入ります。 LED ライトとしてはフラッティがちょうど良いかなと思いました。このフレーム水槽用のアタッチメント、これをつけて側面にフラッティをつけることができます。フラッティ2個ある人はフラッティ2等付けすることが可能です。スイッチをつけてみるとかなり明るいですね。さすがフラッティ。こんな感じでスリム水槽にはスリムタイプのフラッティぴったりですね。ただフレーム水槽用のアタッチメントなので結構スカスカです。どうしてもこの蓋を止める用の出っ張りがあって、これが邪魔なんですよね。使わない人はカットしちゃってもいいかもしれません。てな感じで2リットルの水量なんですけど、南沼エビの飼育には使えそうです。というわけで今回はダイソーで発見した正面から見ると幅 31.5 センチの水槽、横から見ると奥行き最白部 4.5 センチの超スリムタイプ水槽、こちらをご紹介しました。実際は水槽ではなくて昆虫観察用のケースです。なので水を入れることは想定されてないので、商品の説明欄をしっかり読んで、昆虫観察以外に使う方は自己責任でお試しください。なかなか透明度も高いので、一つ持っとくと写真撮影の時とかいろいろ役に立ちそうです。皆さんもこの超スリム水槽、こんな使い方したら面白いんじゃないっていうのあれば、下のコメント欄までよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。